皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、東京都知事選挙その終わった後における候補者の動向についてです。今回取り上げる人物は、東京都知事選挙で3位にとどまった蓮舫氏についてです。選挙が終わった後で、それぞれの候補者がどのような行動をするかは人それぞれなもので、選挙が終わった後、2位に入った石丸伸二氏の場合だと、今は知名度を上げるべく様々なテレビ番組に出演し、東京都に住んでいない人たちも含めて自分の認知度を上げようとしています。その他、順位としては上位には来なかったものの、庵野貴博氏もまた様々な番組に呼ばれており、テクノロジーを活用した新しい政治の形態についての注目を浴びています。ところがこのように選挙が終わった後でも露出が増え、それに伴って様々な人から注目されるといった候補者がいる一方において、3位になった蓮舫氏の場合だと、注目のされ方というのが非常に悪いものとなっています。政治家というのはどんな言動をしても必ずのように賛成する人反対する人がいるわけですが、蓮舫氏の場合だとあまりにも過敏に批判に対応することから、周囲の人からもうインターネットは向いていないんだから X のアカウントにログインするのはやめるべきだという声すら上がっています。さて、そのような蓮舫氏なのですが、今表現の自由を踏みにじろうとする言動を行って注目されています。これまでは野党議員として政府与党に対する批判を行い続けてきた彼女の場合なのですが、自分の行った行動に対する批判に対してはあまりにも行き過ぎた対応を行おうとしています。それではどのようなことから悪い注目のされ方をしているか見ていきましょう。今回直接的に言論の弾圧に乗り出そうとしているのではないかと言われている件について、まず最初のことの始まりは、日本労働組合総連合会、連合の吉野会長の東京都知事選挙についてのコメントでした。11日に立憲民主党の幹部と会談した吉野氏は、落選した蓮舫氏について、共産党からの候補者のように見えてしまっていた。少し共産党が前面に出過ぎていたということで、逃げてしまった票もあったのではないかと苦言。また、次の衆院選について、戦いやすい形は立憲民主党と国民民主党、連合が一つの塊になることと試験を述べていた。これに対する蓮舫氏の反応。現職に挑戦した私の敗因を現職を支持したあなたが評論ですか。私は今回、公の契約を活用した労働条件改善を強く提案。若者の雇用環境改善も提案しました。本来、労働者を守る連合が要求する内容でもあります。組合離れはこういうトップの姿勢にもあるかもしれませんね。と、このように反応しました。このような蓮舫氏の反応に対して、中でも注目されたのがこちらの X でのコメント。ザ・蓮舫さんという感じですね。支持してもしなくても評論するのは自由でしょう。しかも共産べったりなんて事実じゃん。確かに連合の組合組織率は下がっているけど、それは蓮舫さん支持しなかったかではないでしょう。自分を支持しない、批判したから衰退しているって自分中心主義か。本当に恐ろしい。このコメントをした人物は朝日新聞の記者です。そのため、蓮舫氏や蓮舫氏の周りの人たちからの反感を買いました。そして、抗議がこの人物だけではなく、この人物が勤めている朝日新聞社にも向かいました。その結果として、記者の反応、これまでの私の投稿に不適切な表現がありました。ご指摘を受け止めて猛省するとともに、関係する皆様に深くお詫びいたします。とコメントを発しています。また、雑誌社の取材に対し朝日新聞は、個人の見解の投稿でしたが、配慮に欠ける極めて不適切な内容と考えています。会社としても本人に厳しく注意しました。関係する皆様に深くお詫びいたしますと、今回の件についてコメントを出しています。本人、そして朝日新聞の対応があったわけですが、これで蓮舫氏の気が収まったわけではありませんでした。蓮舫氏は、終わらせません。弁護士と相談しているところです。まず、朝日新聞への抗議、並びに質問状を出したいと考えています。と、さらなる行動を示唆しています。さて、蓮舫氏が非常に問題視しているというこの連合の会長の言葉、そして朝日新聞の記者の言葉、果たしてこれらは誹謗中傷の類なのでしょうか。まず最初に結論から述べておきますが、連合の会長のコメントにしても、朝日新聞の記者の言葉にしても、これは蓮舫氏に対する誹謗中傷や名誉毀損に当たらないというのが、インターネット上で弁護士の人たちの言う言葉でした。私自身は弁護士の資格がないので、
弁護士がそう言っているんだなとも思いますし、また自分の感覚としてもこれが何か誹謗中傷や名誉毀損にあたるような発言にはとても思えませんでした。連合の会長の言葉にしても、今回朝日新聞の記者の個人的な見解だという話にしても、基本的には評論であるとか批判といった類であって、これが罵倒に値するような話とはちょっと思えませんでした。そもそもここで指摘されている共産党との選挙協力については間違いなくこれは事実です。例えば選挙における応援弁士、そこに出てきた人物として立憲民主党の議員だけではなく共産党の幹部も積極的に蓮舫氏の応援演説に入っていました。また選挙活動一般においても共産党支持者の人たちが協力関係にあり、これらの人たちがお手伝いをしたというのも、これもまた多くの人たちに目撃されている事実です。ですから、事実についてのお話をしていて、しかもその事実それ自体は別に何かやましいことではありません。犯罪行為をしているわけでもなく、あくまでも合法的な協力関係にあったことを指摘しているだけであり、これが何かしらの罪に該当するといったことは明らかにおかしな反応だと言えます。しかし、蓮舫氏は選挙で負けた後の反応が非常におかしなことになっていることはこれまでも何度かインターネット上で注目されてきました。例えば選挙戦の中においてR のマークをことさら強く打ち出して、そのマークのシールを支持者の人たちが街の至るところに貼り付けるといった出来事がありました。しかしこれは無許可で公共物に掲示物を貼り付ける行為であり、条例違反です。そこでこの件について蓮舫氏に報道が問いかけをすると、私は知らないといった形で、全く自分とは無関係の活動だとして、何らこれらの行動に対する制止を行いませんでした。その後、蓮舫氏の事務所のコメントとして、そのような違法行為はやめてください。そして貼った人は自分で片付けてくださいといったことを呼びかけが行われました。その後も蓮舫氏に対する批判の言葉があったことから、蓮舫氏は自分が女だからこのような批判を受け続けているんだといった具合にして、問題そのものを別の話へとすり替えようとしました。この件についてもまた批判が集まり、蓮舫氏の対応には、この人が東京都知事に当選しなければよかったという声が改めて再燃することとなっています。今回の件について言っても、朝日新聞の対応もまたおかしなものでした。弁護士の意見なども見ていると、今回の記者の発言はあくまでも評論といったものからはみ出るような意見ではないといったことが主流となっています。ですからそのような発言に対して何か訴訟をほのめかしてこの発言そのものを封殺しようとする行為、そちらの方がむしろ問題だとされています。朝日新聞社としてもそのような言論弾圧が明らかな行為に対してはむしろ謝罪ではなく、どこが一体問題なのですかと問いかけを行うべきだったでしょう。また蓮舫氏のこれまでの政治的な行動としては、与党自民党公明党、そうしたところへの強烈な批判を繰り返してきた、そうした過去があります。そしてそうした批判の中には完全に誹謗中傷のレベルに達しているものも非常に多くありましたし、また風評被害をまき散らすような話なども何度もこれまでありました。今回の蓮舫氏の対応は全般的に私は間違っていると思います。政治家という職業は少なくとも自分がどんなに正しいと思ったとしても、必ずのようにそこには賛否両論巻き起こるわけで、しかしあからさまに間違った対応をすればその時には大炎上するものです。そして現在の蓮舫氏の言動は本人として果たして自覚があるのかどうかすらわからないところで言論弾圧を行おうとしており、これが批判されるのは別に野党議員だからといった話でもなければ女性だからといった問題でもありません。男性女性関係なく、与党野党関係なくといったところで政治家としておかしな行動だと私は思います。皆さんは今回の一件どのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録してこれからもこのチャンネルの動画を見ていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。